はい、適当スイング。今日はこれですね。洋服のお直し屋はカッター使ってほどいてますっていうので、ほどき方紹介していこうと思います。で、僕が教わった社長、尊敬するお直しの社長に教わったのは、カッターも刃こだわって切れ味いいやつで切った方が、仕事もっと効率化になるよっていうことで、これ使われてたんで、これ紹介してみようと思います。これ URL 貼っとくんで、買えるようにしておきます。はい。で、この黒糖、オルファの黒糖を使ってるんですけど、切れ味がいいんで、要注意って感じで、自分の指僕、まだ未熟な頃にもう10回以上切ってるんで、もう本当に普通のカッターの刃と比べたら切れ味いいんで、そこだけ要注意で、自己責任でお願いします。じゃあ、ほどいていきます。簡単そうなものからいきます。これですね。これはもうちょっとチェーンステッチになってるんで一番簡単だと思います。で、生地が薄ければ薄いほどちょっとほどくの難しくなるんで、まず簡単な厚いものから。で、こういう鉄マンとか金刃っていうんですけど、テーラーとかお直し屋さんがよく使うこのアイテム使うと、メンズとか自分の腰位置で仕事ができて腰痛くならないよっていう感じで、やってきます。で、まずほどくのが、ここですね。縫いの重なっているとこで、この分厚い山の部分は避けたところから僕はほどきます。で、そこに刃を何針か入れて、でちょっとほどく。でそしたら、チェーンステッチはこう縫うのに対して縫い終わりからほどけるんで、こうチェーンがこっち側なんでこうほどけます。なんでさっき刃入れたとこからこのようにほどいてあげるとポロポロっとチェーンはいくんで早いです。はい。で、あとここ山の部分は、指でこうですね、こうパンと貼って、糸が出るんで、持ち方はこうですね、こうつまんでこう布を広げる感じ。そしたら、糸が、出るんで、糸だけ刃は当てるだけ。刃は一切力入れない。刃に無駄な力入れると、別の布を切るリスクがめちゃくちゃ高くなんで、そこは注意するという感じで。はい。で、こういう生地は、ほどくの簡単ですよと。これはさっきの、普通版というかステッチ、チェーンステッチじゃない版ですね。それもほどいてみます。山よけて、僕の場合ですけど、刃入れて、で、指をパンと張ります。この指をパンと張る理由は、なんて言うんだろう、糸にテンションがかかることで、なんて言うんだろう、ハサミとかで切るときわかるけど、こうやって糸パンって張って切ったら切りやすいじゃないですか。それと同じ原理ですね。糸たるんでたらもう超切れ味いいのだとじゃないと切りづらいんで、この原理を利用して、布をパンと張って糸だけを切れるようにする。で、こう重なりに来たら、返し縫いとかもあるんで、こうさっき教えたようにパンと張って糸だけを切る。刃はもう当てるだけで、こうで厚みを超えたら、僕の場合はこうやって突っ込んで刃は当てるだけ。布をパンと貼る。で、進み悪くなったなと思ったら、もう切れ味落ちてるんで、こう刃を折る。で、新しい刃が出るんで、それでやると。で、切れ味の悪くなる目安は、これが結構引っかかるんですよね、切れ味いいやつは。で、悪いのはスルスル滑るんで、そういうので判断してもいいかなと思います。で、今みたいに感覚が養われてきたら、あれ全然切れないぞってなるんで、それももう交換のサインだと思います。で、こう山のとこは慎重にこういう風にやるとほどけると。これベーシックなやつで今やりました。ちょっと難しいのがあればいいんですけど、こういう裏地とかもやってみますか。裏地はもうこういうのはあんまやめた方がいいです。裏地は結構切るリスクが高いんで、慣れたらそういう風にさっきみたいにやってもいいと思うんですけど、慣れないうちはもうこういう風に、これ今コートの裾の見返しのとことかですね、そうほどいて今日は終わりにしようかなと思います。ほんと当てるだけで。で、裏地は、ほら今ちょっと軽く当たっただけでこうなっちゃったんで、もうほんと気をつけて糸だけを当てるように。
であえてここをどうせ裁断する場所だからあえてバーって切っちゃうっていうのもあると思います。ありだと思います。早く仕事する上では。でこういう風に糸だけに仕事を当てる。裏地はもう当たっただけでほんと切れ味いいんで切れてしまうんで、そこだけ要注意ですね。はい、これでやればほんと目打ちとか糸切りでほどくよりはめちゃくちゃ早いから。指でパンと張って糸だけに刃を当てる。地味な動画っすよね、ここら辺は。これがお直し屋の日常って感じなんで。はい、もう裏地のついてるとこはひっぺがえせそうですね。でなんでここもほどいていこうかなと思います。この謎の角縫いみたいなとこかな。はい、こうか。でこういうステッチのとこは多分いけると思うんでやってきます。で結構切ったんで一旦刃を折ります。それから2本あれば別の新しいのを使って切れ味いい状態でこうボーっと長距離を。で慎重な人はこういう厚みは布を切るリスクがあるから避けて、でまた平坦な場所になったらこういうふうに布を当てて、で切れ味悪くなったらすぐ切ってあげて新しい刃の部分で仕事をさせる。このすぐ刃を折るのもったいないんじゃないのって思うけど、もう間違えて切って返品とかなるよりは全然マシだし、そうした方がリスクが減りますね。これあくまで僕のお直し屋のやり方なんで、本当大手とかは禁止なところもありますね。カッターでほどくのは禁止なところ、リスクが伴うからですよね。たかが1000円に衣類代切っちゃって全額返品っていうのもちょっと馬鹿げた話じゃないですか。だからもうなんて言うんだろう、結構このリスキーな中でスピード仕事をお直し屋さんしてるとこもあるという感じです。でもこんなん手でほどいてたら何時間かかるんか分かんないって感じじゃないですか。はい、だいぶ地味な動画になると思います。でここら辺はちょっと厚みがあったりするんで慎重に。でこういう角もほどかなきゃいけないっていうのを、これハサミと目打ちでやるのはちょっとだいぶあれですよね。大変というか、でここもほどかなきゃいけなかったら、もうほどき方は何でもいいんですよ正直。突破ずつ作業だから、縫いには順序があるかもしれないけどほどき方には正直順序はいらないですね。これが突破ずせればいいわけだから、どっからほどいても僕はいいと思いますよ。はい。で6個ついて、はい。でこのようにご視聴ありがとうございました。